2013年にデビューしてから2022年現在まで多忙を極め休むことなく走ってきている BTS ですが、デビュー前も過酷な練習生時代を送っていたそう。今回はそんな BTS メンバーたちの練習生時代やデビュー後のハードスケジュールエピソードをお届けします。居眠りも許されないハードスケジュールをこなしていたことや、厳しい食事制限をしていたりと、数々の苦労を乗り越えてきた BTS メンバー。中には思わず笑ってしまうような面白いエピソードもありましたので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。ダーク&ワイルドアルバム制作時にトイレで寝ていたジョングク。多忙だったデビュー当時、なんとマンネのジョングクがトイレで居眠りしていたことを、アメリカのメディアピッチフォークのインタビューに答え、2020年10月6日にピッチフォークの YouTube にその様子が公開されました。ピッチフォークのインタビューで2014年にリリースされたアルバムダーク&ワイルドの準備中のエピソードを明かしたメンバーたち。その当時はとても多忙だったそうで、ジョングクは当時を振り返り、海外スケジュールもありながら練習とレコーディングをしなければならなかった。寝る暇もなくずっと練習室にいたと語り、とても過酷だったとのこと。ジョングクは眠気を我慢することができず、トイレでうとうとと居眠りをしていると、パフォーマンスディレクターのソン・ソンドゥク先生に、おい、出てこい、と怒られた衝撃エピソードを告白。他のメンバーたちも当時を振り返り、そうそう、この当時が一番エピソードが多いよね、と懐かしそうに笑っていましたよね。今では世界的スターとして成功を収めている BTS ですが、デビュー当時は苦労したことでも有名です。世間からすぐに消える2から3年後には業界にいないだろうと言われ、当時は弱小プロダクションだったため、誰かの真似をしているだけと批判も多かったとのこと。2013年にデビュー曲No More Dream の発表から地上波 KBS ミュージックバンクで I Need You が1位を獲得したのが2015年5月8日と決して早くはなかったのです。I Need You を制作している時は作業室に入り浸り、寝食より曲制作を優先したほど意気込んでいたと後に語っていたシュガ RM、J-Hope。楽曲制作にパフォーマンス練習と血が滲むような努力が成功の裏に秘められていたのですね。体型管理で食事制限。事務所に内緒で完食するメンバーも。BTS はずば抜けた歌唱力とダンスパフォーマンスが評価される一方、魅力的なビジュアルにも注目が集まっていますよね。デビュー当時から変わらずスリムな体型を維持し続けている彼らですが、体型管理にとても苦労していたそう。デビュー前になるとさらに体型維持に厳しくなり、事務所のスタッフさんに食べるものまで監視されていたそうで、好きに間食も取れなかったと語っていた BTS メンバー。練習後にどうしようもなくお腹が空いたメンバーたちは、スタッフさんの目を盗んで中華料理をデリバリー。今の宿舎に配達されるとバレてしまうので、前に住んでいた宿舎で食べることにしたそうです。すると食べようとしていたところに、RM へスタッフさんから、お前らどこにいるんだという電話があり、メンバーたちは泣く泣く中華料理を置いて宿舎へ戻ったとのこと。苦労して頼んだご飯を食べれず、とても無念だったと語っていたメンバーが可愛かったですよね。この他にも RM とテテがアイスを食べているところにスタッフさんから声をかけられた時の行動が面白いと話題に。その当時、減量中にコンビニでアイスを買って食べている時に運悪くマネージャーさんに声をかけられた RM とテテ。隠すところがなくてアイスをポケットに突っ込み難を逃れた2人でしたが、案の定ポケットがアイスでベタベタになってしまったそう。RM とテテらしいなんとも可愛い隠し方ですよね。ダンスで苦労したジンと RM。思い出の味とは？最年長のジンとリーダーの RM はお互いを支え合い、
ここまでグループを引っ張ってきました。そんな2人が、実はダンスのライバル同士だったのはご存知でしょうか？ジンは俳優志望だったので、事務所に入るまで歌やダンスを習ったことがなく、RM はラップだけで練習生になっていたので、この2人はダンス初心者だったのです。なので、練習生時代はとても苦労したそうで、他のメンバーが先生の横で踊っている時も、2人は鏡を見ながら別の練習をし、何回も復習を重ね追いつけるように努力をしていたとのこと。良きライバルのジンと RM は一番忘れられないエピソードに、練習後に一緒に食べたプデチゲをあげています。いつもダンスの先生に怒られていた2人は、練習の後空腹で泣きながら一緒に食べたプデチゲが世界で一番美味しかったと語っていました。そんなダンスが苦手な2人を支えてきたのは BTS のダンスリーダー J-Hope です。基本的に BTS のダンス練習は J-Hope を中心に進んでおり、ジンにつきっきりで教えている様子が動画などに残っていますよね。このように他メンバーからのフォローのおかげで、今では難しいダンスもこなしており、ジンと RM の努力は尋常ではないことが分かりました。親に反対されても夢を追いかけたシュガと J-Hope。韓国の芸能界は厳しいことが有名なので、歌手になることを家族から反対されることは珍しくありません。BTS メンバーのシュガと J-Hope も両親から猛反対を受けていたそう。シュガは両親から音楽活動をすることを反対されており、歌詞を書いたメモを捨てられたこともあるといいます。それでも夢を諦めることができなかったシュガは、学校、練習、アルバイトを掛け持ちしてデビューを勝ち取った苦労人。2020年11月に肩の手術をしたことを発表したシュガですが、練習生時代に配達のアルバイト中に事故に遭い、負った怪我が手術と休養につながっていたのです。当時は、怪我をしたことを事務所に知られると辞めさせられると思い黙っていたのだとか。長い間、肩の痛みと戦ってきたシュガのデビューへの強い思いがわかるエピソードでしたよね。続いて、J-Hope はデビュー前から地元の広州市で有名なダンサーでしたが、お父さんは彼がダンスを踊ることをよく思っていなかったよう。両親に内緒でダンスを練習していた J-Hope は何度も怒られたといい、なぜなら彼のお父さんは高校の先生ということもあり、息子には勉強して安定した道に進んでほしいと願っていたそうです。最初は反対していたお父さんでしたが、BTS がデビューしてからはサイン CD を学生に配ったり、職場の机に J-Hope の写真を貼ったりと陰ながら応援していたのだとか。そして J-Hope はセカンドアルバム Twins で長年夢を応援してくれていたお母さんに向けて送った曲ママを披露。曲中にはお母さんのもしもしという声が使われており、お母さんを思う気持ちが伝わってくるとファンの間で話題になりました。今やアイドルとして大成功したシュガと J-Hope の家族はとても喜んでいるでしょうね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は BTS の練習生時代やデビュー後のハードスケジュールエピソードをご紹介しました。決して初めから順風満帆ではなく、今までいくつもの苦労を乗り越えてきたからこそ、彼らが栄光を手にできたことがよくわかりましたよね。ますます BTS を応援したいと思った方も多かったのではないでしょうか。